take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you. 皆さん、こんにちは、ちょっと久しぶりですけど、お元気にされてますか？僕はめちゃくちゃ元気です。もうね、季節もすごくいい感じですよね、最近。暑くもないし寒くもないし、ちょうどいい季節、一番好きな季節なんで、今日はちょっとベースの練習でもしようかなっていうことで動画をね、撮ってみますんで、ぜひベースを片手に楽しんでくれたらなと思います。よろしくお願いします。今日はね、ちょっと課題曲を、課題曲っていうか、この曲の進行とこうグルーヴ感を使って、やってみようっていう感じの、流れでいこうかなと思うんですけど、曲はね、デュアリパの、レビテイティングっていうね曲。レビテイトどういう意味か分かりますか？僕は分からなかったんですけど、レビテイトっていうのはね、こう浮くっていうかね、浮遊するみたいな、ちょっと宙に浮いている状態みたいな感じのことを言うらしいんですけど、そういえば FF でレビテトっていう魔法あったなみたいなね、それでなるほどって思ったんですけど、そのレビテイティングっていう曲、これめっちゃかっこいいんですよ。2020年の曲なんですけど、これがすごいかっこいいんで、なんかこれを使ってなんかこう動画撮れたらなってね、もう何ヶ月前か結構前から思ってたんですけど、やっとね今日撮ります。よろしくお願いします。すごいね、曲がシンプルで、コードが4つのループでね繰り返してる曲なんですけど、もう本当にそのグルーヴで持っていくっていうかで、特に僕はね、そのデュアリパのタイニーディスクコンサートをでこの曲をやってるのを見て、すげえかっこいいなと思って、だから今日はねそれをちょっと参考に、それのベーシストさんが弾いてるフレーズをちょっと譜面にして、それをね一緒に練習しようかなと思うんですけど、それタイニーディスク見たことない方はねぜひ見てもらいたいんですけど、まずね、なんかこう打ち込みのドラムとギターとベースだけなんですけどね、楽器で言うと。であとデュアリパの歌とコーラス隊の人たちの歌で、だから編成としてはすごい音数少ないんですけど、もうすごくなんかこうみんながグルーヴしてたら楽器の数少なくてもこんなかっけえなっていうね風なのをやっぱ感じられるライブなんで、それを目指してね今日はちょっとベースをやっていこうかなと思います。じゃあさっき頭にね弾いたんですけど、でこの曲ってちょっと今じゃあ一回進行をね出します。こんな感じのコード進行と、やります。で今日は初めの、頭の8小節だけを、やるんですけど、 Bm7、F シャープ -7、 Em7、 Bm7、この4つのコード、ね、1小節に2拍ずつ動いていくんですけど、でその中でねこうグルーヴしていくっていう、すごいもうコードで言うと本当にギター始めたての人がもうね1週間ぐらいで弾けるんじゃないかっていうシンプルなコードだと思うんですけど、ベースはかなり要になってますね。これギターのリズムももちろん、ベースのリズムもグルーヴももちろんで、歌のデュアリパの歌のリズムもめちゃめちゃ気持ちいいんで、その辺を意識してね練習してもらったらいいと思うんですけど、まずじゃあこの曲はねちょっと前編ね基本スラップなんですけど、こうスラップなんですけど、指弾きで弾くのもめちゃくちゃ練習になると思うんですよ。だからこれ今日両方練習しようと思って、この進行とグルーヴを使って、指弾きで弾けない、まずは弾けるように
なってスラップする方がいいかなと思うんですよね。でまずは指弾きの方からやっていこうかなと思うんですけど、指弾きとスラップ同じフレーズ弾くにしても結構ね一個まずは初めに注意点があって、スラップって結構ね音の立ち上がりがやっぱ早いんですよ。こう指弾きに対してだからね、スラップで弾いてなんかこう指弾きで弾いたのとスラップで弾いたのを聞くと、なんかこうスラップの方がなんか早く聞こえるとか走って聞こえるっていうね現象が起こりがちなんですけど、それはねしょうがないんですよ。やっぱスラップの方が音の立ち上がり早いんで、こうピック弾きとかスラップってやっぱ音の立ち上がりがこう指弾きに対して早かったりするんで、だからそれはそういうものと思って、だから逆にそこを意識して早くなんないそのしっかりとね、ジャストよりこうテンポ的にちょっとためたいところなんですけど、それを両方ともそういう風になるようにね意識してまず弾かないといけないっていうのを、理解しといてください。じゃあ行きましょう。まずじゃあ指弾きからね行きましょう。で一回じゃあ全部弾いてみます。この8小節いきます。 If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time.という感じ。これが指弾きで弾いたバージョンですけどね、早くスラップさせろっていう人もいるかもしれないんですけど、まずは指弾きでこのなんて言うんだろう、ちょっとねちっこいグルーブっていうか、ねちっこいんじゃないな、なんかこうすごくレイドバックした気持ちいい感じのテンポ BPM102 とかなんですけどねこれで、実際はでもやっぱジャストで弾くのがいいと思いますね。ジャストで弾いて、で歌がちょっとこうなんかこうレイドバックしてる感じっていうのが僕の中で最近すごくかっこいいなっていう感じなんですけど、じゃあまず、2小節単位でねやっていこうかなと思うんですけど、これ譜面をね、見てもらうと分かるようにコードをね乗っけてるんですよ。 Bm7、F#-7 とかで下にリズム譜も乗っけてて、だからこれちょっと意識してもらってほしいんですけど、この Bm7 の時にこのね2フレット、いわゆる B の音のオクターブで弾いてるとか、 F#-7 の時に弾いてるっていう、そのコードが鳴ってる時にこのフレーズ弾いてる時に何のコードが鳴ってるかっていうのはちょっと意識してもらって、でリズムも、普天8分音符で16分音符でじゃないですか。こうで16分9分が2つあって、また8分みたいな感じでこうリズムもちょっと読みながら、でやってもらえたらいいのかなと思います。でピッキングに関しては、オクターブフレーズなんで、人差し指からでいいかな。人差し指、中指で人差し指、でもいいし、人差し指、このいわゆるゼロの、ね、E の音を弾いてる時に人差し指で弾くか中指で弾くか、それは好みでいいと思います。次の F#-7 の時のオクターブの人差し指スタートに切り替えやすいのは中指で弾いた方が切り替えやすいんですけど、ちなみにこの、ね、音がすごく重要だったりするんですよ。この進行に対してこの Bm7 と F#-7 の間にある E の音と F#-7 と Em7 の間にある F の音、これ結構ね Bm7 と F#-7 のこのコードとコードのなんかこう架け橋みたいな、つなぎ目になってて、
すごく意味のある音なんで、しっかり意識して、弾いてほしいですね。この音でコードとコードが結構スムーズにつながってる感じだなと僕は思うんで、その景観をねしっかり意識してくれたらいいかなと思います。まあそれでやってみましょうか。じゃあもう一回ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。どうですか？できますか？いい感じにできたらいいなと思うんですけど、でピッキングは、本当にリア寄りで弾いてもいいし、フロント寄りで弾いてもいいし、まあ僕はこの真ん中ぐらいで弾くのが一番この曲に関してはいいかなと思うんですけど、でこれやっぱ本当場所によってはだいぶ音が変わるんですけど、リアで弾くとすごくなんかこう詰まった芯のある音が出るし、フロントの方で弾くと割とふくよかな音が出るんですけど、まあ、いずれにせよどこで弾くにしろやっぱり、振り抜く速度というかピッキングのこうスピード感みたいなのはやっぱすごい大事だなって俺最近思ってて、まあ、リアで弾く時はね本当にしっかり弾かないと音がまあそもそも出ないんで、そのテンションがすごく硬いんで、ただこっちの方ってすごい柔らかいから弾きやすいんですけど、逆にやっぱこっちの方をおろそかに弾いちゃうと結構ねもたついて感じるんですよ、音が。だから柔らかく弾くにしても強く弾くにしてもやっぱりこうなんて言うんだろう、弾いた時の振り抜く速度っていうのはしっかりスピード感を意識しないといけないなと思いました。このテンポも関係なく、この遅いテンポでも遅いテンポだから逆にねこう緩く弾いちゃうとすごくもたついちゃうっていうか、そういう感じ。なんか昔ね俺が専門学校行ってた時のギターの西野康先生というこう京都のブルースの重鎮みたいなギターの方がいたんですけど、なんかねギターもそのベースもなんかまあ武道と一緒だみたいなことをね言ってたんですよ。振り抜くこのなんか武道のパーンっていうね出してこう振り抜く速度みたいな。で俺は全くその音楽が格闘技と何が通じるかと全く全然つながってなかったんですけど、なんかようやく最近そっかなんかこう、まあ、例えばギターにしろねこのスピード感っていうかこのスピード感はどんなテンポでもどんな曲調でもやっぱすごく大事だなと思って、だから、意識しております。なのでね皆さんもぜひ意識してみてください。あんまり速くしすぎると走っちゃうんで、まあほんとジャストそのテンポに対してジャストの音を出すぐらいの感覚でしっかり振り抜いて、あとはねもうちょっとため気味に弾くかとか、ちょい前気味に弾くかっていうのはね、まあ、個性だったり好みだったりするんで。はい、じゃあ2小節いきました。じゃあ次の2小節いこうかなと思います。いきます。ですね。っていうフレーズ、まあ、これも基本的にそのオクターブのねルートオクターブの音があって、でさっきのね例の架け橋の音があって、で次の F シャープマイナー7はこうっていうちょっとね細かい、それこそまた8部普天8部と16部のっていうね絡めた、フレーズが入ってるので、これも気持ちいいんでねぜひチャレンジしてみてください。でっていうこの Bm7 の時の、ね、上のルートの音に、ね、B のルートオクターブ上の音にこうってつなげてる、これもかっこいいフレーズなんでね覚えるといろんな曲で使えると思うんで、これも意識しながらやってもらえたらいいかなと思います。で次、次の、5、6ですね。いきます。
うん、ちょっと今あれな、ちょっと油断したな俺、もう一回いきます。うん、このしっかり16分9分2つあってっていうね、まあそのあとは一緒ですよね。他はその最後のフレーズがっていう、ここのしっかり9分を意識してっていう風に弾いてみてください。これスラップの時はっていうゴースト入れてもいいと思います。まあ指弾きでもね入れてもいいと思うんですけどっていう風にね、原曲の方はね結構ゴーストがいっぱい入ってるんですよ。こうまあちょっと後で、ね、やりましょうそれは。はい、じゃあしっかりと給付を意識して、まあ、ゴーストを入れるにしろしっかりその16分音符の2つっていうのをね意識しないといけない。で給付にするだったらもうしっかり給付として16分音符2つっていうね、タタッっていうことです。はい、じゃあ最後の2小節いきます。ですね。これはもう基本一緒ですよね。そのさっきやったのと最後グリッサンドがっていう風に入るっていうだけで、グリスはもうかっこよく決めちゃってください。まあこの僕はその3弦のグリスがこのコード進行とかこの曲には対してかっこいいなと思ったんでっていう、まあでもいいと思いますし、4弦でねグリスさんとこうなんて言うんだろう、ちょっとゆっくりいって早く帰ってくるみたいな感じで意識したらいいかなと思います。はい、じゃあこれ指弾きでやりました。まあ指弾きでやってリズムがうまく取れないって方は、メトロノーム鳴らして、ちょっとやってみるんですけど、一回やってみてください。こういう風に BPM101 でいいかな、鳴らして1、2、3、4という感じで、やっぱ鳴らした方がいいですね。まあなんとなくフレーズをねなぞった後一回やっぱクリックに鳴らして、そうするとしっかりこう給付が結構給付多いんで、そこをしっかり取れるようにとかね、このっていう感じで、で2小節ずつやったんですけどね、そのコード4つの一括りとしてこれ2小節ずつこう頭を切り替えるとか、その2小節単位でこうぶつ切りになって弾いちゃうともう絶対にこう回転していかないというか、そのグルーブしていかないんで、まあ、しっかりまあこれ今回8小節なんで8小節もずっとなんていうんだろう、もう一つのなんていうんだろう、波に乗ってる感じで弾くのは意識してください。2小節でフーってなってまた2小節でフーってなってこう切れちゃうともう全然グルーブしていかないと思うんで、しっかりこう一つの波に乗ってこの、ね、まあそういう意味ではクリック鳴らしながら、止まらずに弾くっていうのはいいかなと思います。じゃあ次スラップでやってみましょう。このパターンを、この曲のスラップはもう本当になんて言うんだろう、もうためが効いたスラップですごくかっこいいなと思うんですけど、こういう感じですね。1、2、3、4。っていう感じ。まあ指弾きに対してやっぱりその音もでかくなるし、立ち上がりもさっきのように速くなるんで、これをいかにこう指弾き
からスラップにスムーズになんかこう違和感なく切り替えられるかっていうのもまた難しいんですけど、ぜひスラップを練習してみたいなっていう人にも、割とそこまでめちゃくちゃ難しいフレーズでもないんで、ぜひチャレンジしてもらいたいなと思うんですけど、まずスラップに関しては、僕はあんまスラップ練習しないんであんまりあれなんですけど、もっと上手い人がいっぱいね YouTube アップしてると思うんですけど、僕はやっぱりこのなんていうか、サムピングの時は特にこのいろんなところあると思うんですよね。例えばラリーグラフとかだったらもうこの辺ぶったたいてるし、こういう。でも僕は割とこの指板のこの辺っていう風に、この辺をやっぱ叩いて振り抜くのが一番いい音出るなと思ってて、だからこの曲に関してもだからこの辺をこう叩く、グーにして、グーでもいいです、これでもいいです。なんかただ絶対どのスタイルにしても気をつけないといけないのは、やっぱなんかこう安定、どっかで安定してないと、チューブラリンにこうってやるとすごくもう安定しないんでね、ずっとリズムが。それをチューブラリンで極めると安定するかもしれないんですけど、なかなか並大抵にこうチューブラリンで弾いちゃうとリズムが安定しないんで、例えばこうだったら、このスタイルだったらここで安定してますし、僕だったらここでここが支柱になって安定してるんで、でこっちに行くときは小指で安定させてるんですよ。みたいな。なんかどっかやっぱりこのボディと設置して安定して、で他のところは力を抜くみたいな感覚でねやるといいのかなと思います。でここを4弦だったら3弦に対してこう振り抜く、3弦だったら2弦に対してこう振り抜く、2弦だったら1弦に対して振り抜くみたいな。これを安定してできるようになったら、割といい音が出るんじゃないかなと思うんですけど、で特にこのテンポが遅いスラップ、このディープなスラップっていうのは、こういう例えばみたいなのはもう本当に安定してないとすぐ走っちゃうんで、意識してみてください。じゃあこのフレーズを、さっきと指弾きの同じフレーズをスラップでやってみましょう。いきます。まず初めの2小節いきます。1、2、3、4。この場合スラップの場合はそのオクターブ上のこのさっきでいうこっちのね中指で弾いてたオクターブ上の方をプルで引っ張ってあげる。プルもやっぱりこうチューブラリンでプルじゃなくて一回設置させて安定させて引っ張るみたいなね。もう一回いきます。でね、それを意識したらいいんじゃないかなと思います。プルもサムピングもやっぱしっかりとどっか支柱になって、こっちでもこれだったらプルの時もね手首で支えてるんで、どっちでもいいと思います。僕はこっちですけどね。そうレッチリとか好きな人は結構こっちが多かったですよ。ぶっちゃ早く弾けるみたいな感じで。いきました。2小節いきました。そうですね、なんかあるかな。そうですね、このつなぎのブリッジの音はしっかりって感じかな。で次、3、4小節目いきます。このね最後の音は僕はもうこれまた結構難しいと思うんですけど、指で弾きたいんですよ。また戻るんですけど、一瞬で切り替えるみたいなね。これ逆に難しいかもしれないんで、そういう場合はどっちがいいかな。プルがいいのかな。
っていう、全部ハンマリングにしてっていう、やっぱ今ちょっと走っちゃいましたね。走り気味になっちゃったんですけどっていう。ただ僕はってやりたい。なんかこう美味しいじゃないですか、そっちの方がみたいなね感じで、まあそこらはどっちでもいいと思います。でここですかね、難しいの。ここはちょっと速くなるんで、ここもしっかり、支えてっていう風にねやってみてください。じゃあ次、5、6いきます。ですね。ここもね、じゃあね2パターンね用意しようかなと思うんですけど、もうどっちも好きな方でやっていいと思うんですけど、っていう風にねゴーストを入れるパターンと、でしっかりこう給付を取るパターン、両方かっこいいと思うんですけど、まあでもやっぱゴースト入った方がスラップっぽいんで、あ、違う、この場合の16分9 2つのゴーストはこう全部ミュートしてっていう風に当てるだけですねっていう感じでやってみてもらえたらいいかなと思います。でこれさっきねちょっと言ったんですけど、原曲の方はかなりゴーストめっちゃ入ってるんですよ。みたいな感じで、だからこの16分頭の Bm7 のところのっていう16分9分2つも今はって弾いたんですけど、原曲だとっていう風にねっていう風にだっていう風にだっていう、これもこっちで全部の弦ミュートしてっていう風にっていう風にねゴーストが入ってるんで、まあ好きな方をやってみてください。まあゴーストがいっぱい入ってる方がスラップっぽい感じだと思うんですけど、はい、じゃあ最後いきます。これもまあ違うのはその最後のグリスだと思うんですけど、まあ、グリスはこうサムピングででもいいし、まあ、的確にヒットすればいいと思います。ヒットさせるにはまあ割とやっぱさっき言ったように指板の最終らへんを振り抜くのが一番僕的にはやりやすいんでおすすめですね。はい、そんな感じでスラップパターン2つと指弾きパターン2つやってみたんですけど、どうですか？実際こういう風に、2つやってみるとやっぱりさっき言ったようにスラップの方が音の立ち上がりが早いんで、やっぱ突っ込んじゃうんですよ。まあ、その突っ込むのをねどういう風に制御するかというと、やっぱりなんかしっかり録音して自分の今例えばクリック鳴らしてね弾いた2パターン弾いて録音してどこがこう突っ込んじゃってるのかなところを聞いて、まあ、そこをこう修正していくみたいな。指弾きの時点でねもう突っ込んじゃうのはもう完全にそのもうちょっとメトロノームで、タイム感っていうかをしっかり練習しないといけないと思うんですけど、この指弾きではいい感じに弾けるのにスラップだと走っちゃう。だから逆にもう今スラップがめちゃくちゃうまい若いベーシスト多いんで、逆に指弾きだとなんていうんだろう、やりづらかったりとかする、もう遅れちゃってとかね、なんかそういう風なことがあるかもしれないんですけど、まあ、そこをねすり合わせるというのはすごく大事だと思うんで、この曲に関してはもう本当に何でやろうがしっかりグルーブしてればかっこよくなる曲だと思うんで、ちょっと今日指弾きと、スラップで両方パターンでね、練習してみて、やってみたんですけどどうでしたか？なんか真面目に撮ったな今日はい、今ちょっとめちゃくちゃ不真面目なね動画も、
2年前ぐらいからちょっと撮り始めてるちょっととあるね企画の動画があるんですけど、それがね今年中にね出せればいいなと思ってるんだけど、それはねもう超面白い、僕の本当になんかこう趣味全開の動画をねちょっと作ってるんですけど、3部作に分けて、それもちょっと楽しみにねしといてください。それが公開されるまでちょっとひたすらねこのレビテイティングをね気持ちよくこうみたいな感じで、そうだから割と今ねこのパターンで決めた、今僕はその譜面を今乗っけてるんで、これで今決めたパターン練習したんですけど、これが弾けるようになったらあとはもう自分のね好きなようにいろいろ発展させて、もうコードが4つしかないんで好きなように発展できると思うんで、例えばこの F シャープマイナーの時上行くとかねみたいなみたいなのとかねとか入れるとか、いろいろとねやってみて、最後までねちょっと弾いてみてください。タイニーディスクのベーシストの人は初めスラップでやってんのに後半になると指弾きになるっていうね、逆の普通だったら逆なのになっていうパターンなんですけど、なんかすげえクールでねかっこいいんですよ。だからそういうのとかもちょっと意識してみて、自分の、好きな自分のセンスを詰め込んでこの曲を練習してみてください。初夏の春の課題曲と言いつつもう初夏になっちゃったんですけど、そういう感じの課題曲でした。お付き合いありがとうございました。じゃあまた何かね面白いことがあったら、YouTube アップしようかなと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。じゃあまた。Got you.